皆様、おはようございます。いや本当に、朝早いですよね。前回に引き続き、イギリスの、クラス800と、ゆっくりさんが、イタリアの私鉄高速列車、イタロの旅を、お送りしてまいります。私たちの列車は、ローマから、イタリア半島の西岸を、ひたすら南下、地中海沿いを走り、南端に近い町、レッジョカラブリアまでを移動します。ローマを出発すると、次の停車駅は、ピッツァマルガリータ発祥の地、ナポリです。ローマからの距離は、およそ200キロ。この区間をイタロエボは、1時間10分で走行します。以前私とゆっくりさんは、ローマから、昔ながらの客車特急に乗り、今回の列車と、ほとんど同じルートを通って、シチリア島への旅をしました。朝7時30分に、ローマを出発し、終点のシラクサ到着は、午後6時半、11時間もの長旅でしたな。ちょっと待って、あの時も朝早かったけど、今回はさらに、出発時間が早くなってるじゃないですか。仕方ないだろ。レッジョカラブリアまで行くイタロは、朝6時ちょうどの便しかなかったんだもん。あの時乗った特急は、すべての区間で、在来線を走る運転だった。ローマ近郊では、地元の通勤電車の合間を縫って、低速で走行。次の大都市、ナポリまでの間も、何度か途中停車をし、細かくお客さんを乗せていた。しかし、今回のイタロはその反対です。ローマからナポリの間は、途中停車駅なしの、ノンストップ。そして、国鉄の高速列車、フレッチャロッサたちと一緒に、専用線を走ります。ローマ、ナポリ間に建設された高速区間は、本来、時速300キロまで対応した構造です。ここを少し前まで、フレッチャロッサや、初代イタロ、ETR575 型は、最大速度の、時速300キロで疾走していました。けれども現在、この区間を走る車種は、イタロエボなど、時速250キロが限度の車両が増え、列車自体の運転本数も増加しています。他の列車とペースを合わせ、前後の間隔を詰める目的で、時速300キロまで出せる車両も、最大速度で走ることは少なくなり、260から270キロ程度で走行するようになっていました。所要時間が伸びてしまうことが気がかりですが、イタリアの時刻表はもともと余裕を多めに見積もった時間設定をしています。常に時速300キロを維持しないと遅れてしまうようなことはなく、それより数十キロ遅くても十分時間通りに到着できるんです。ただし、最高速度が250キロのイタロエボは別。自身の持つ最高性能で走らなくてはいけません。客室では時速200キロを超えたあたりから車体や椅子が大きく振動し、いかにも列車が限界に近いところで頑張っている印象を受けます。はっちゃんは優しいな。言い換えれば、イタロエボは、速度が高くなるにつれて、乗り心地が悪化する列車、ということになる。しかしこの現象は、イタロエボに限ったものではない。ベースになっている、イタリアの振り子式車両、ペンドリーノは、どれも、特殊な駆動装置に起因する、妙な振動があるのだ。イタロエボと同じ足回り、同じ車体を持つ、ETR600 や、弟くんの、ETR610、それから、同様の駆動装置を備える、イギリスのペンドリーノ、ドイツの ICE、J ちゃんさんに至るまで、ペンドリーノ系統の列車は、すべて共通の問題を抱えている。この振動は、時速200キロを超えるあたりから、顔を覗かせ始めるのだが、彼らは大体、それよりも低い速度で走ることが多いから、大きな問題にはなっていないようだ。とはいうものの、何も知らないと、故障か、壊れる寸前なのかと勘違いしてしまうほどの、大きな振動だ。この現象は、駆動装置のある、1、2、6、7号車で発生する、間の、3から5号車なら、比較的静かでスムーズな乗り心地だ。でもゆっくりさんは、モーターのない車両に乗るなんて、耐えられないんでしょ？当たり前だろ？当たり前なんだ。そんなイタロエボ、ETR675 型は、初代のイタロ、ETR575 型と比べて、いくつもの変化があります。同じ会社に所属し、イメージを継承しつつ登場した新型車ですが、サービスや車両のあり方に、改良が加えられていたのです。2012年に、フェラーリ特急の呼び名とともに開業した、イタリアの私鉄、イタロ。
実際のところ、イタロの運営から、車両の開発まで、自動車メーカーのフェラーリは、一切関わっていないのですが、開業時から在籍している車両、ETR575 型には、フェラーリらしい要素が、いくつかありました。その一つが、車体を包む、真っ赤な塗装です。イタロがまとっている、深い赤は、フェラーリの市販車でも採用されている、特別な塗料でした。この点を、新型のイタロエボは変更。ロッソルビーの、ルビーレッドという、オリジナルの、少し明るい色になったのです。屋根に覆われた、駅構内や、曇り空の下では、今までと変わらない、シックなワインレッドに見えますが、強烈なイタリアの太陽に照らされると、より明るく、映える赤になりました。明るくなったと言っても、フレッチャロッサたち、国鉄の列車とは、また違う色合いです。新たな存在感を出しつつも、一目で、イタロの列車だとわかる、絶妙なカラーリングになったのでした。なんて言ったところで、この違いに気づく人は、ごく少数でしょう。最も多くの人が目にする、駅のホームでは、イタロも、イタロエボも、同じ濃い赤の塗装なので、よく見比べないと、区別がつきません。重箱の隅をつつきまくる私だから発見したのであって、一般のお客さんは、気にするところじゃないもんな。フェラーリ特急と謳われた、初代のイタロでは、もう一点、車内にフェラーリと関連するものがあった。この列車は、車内の座席が、普通席から特等まで、すべて革張りだ。その素材を提供していたのが、ポルトローナフラウという、イタリアの高級家具メーカーだった。この会社の革素材は、フェラーリなど、イタリアの高級車や、シンガポール航空、エティハド航空といった、世界的に評価の高い航空会社の、ファーストクラスにも使われている。なんて話を聞いてからイタロに乗ると、さすが、フェラーリに使われているだけあって、座り心地がいいわね。世界的に有名な、あのポルトローナフラウのシートだから、3時間乗っていても、全然疲れませんでした。などとレビューされる。しかし、一切予備知識がない状態で、イタロを利用した、地元のお客さんからは、なんやこれ、革が滑りやすくて、ただ座っているだけでも、姿勢がずれる。体勢を維持するのが難しいな。レザーなんて見かけだけで、夏は暑いし、すぐひび割れるわ、ろくなことはない。と、あまり評価がよろしくなかった。そこで、新しいイタロエボは、調達先を変更して、滑りにくいレザーを採用している。ちなみに、ETR575 型も、2017年から順次、新しい素材に交換済みだ。イタロエボは、進化した、という意味の、エボ、と名付けられている割に、初代イタロから、性能や外観が、ダウングレードした印象が否めない。だが、考えを変えてみれば、過剰で、コストがかかっていた部分を、適正化し、より実用的な列車に進化したとも言える。その点を考慮すると、エボの名前は、間違いではないのである。さてこの辺りで、車内や座席周りを少しお話ししていきましょう。今回私たちが乗車したのは、プリマと呼ばれる一等席です。イタロエボでは、7両編成のうち、1から3号車までに割り当てられています。ただし先頭の1号車は、前半分に特別席が設定されていますから、一等席は、実質2両半といったところでしょうか。イタロエボに装備されている、プリマクラスのシートは、ETR600 型、銀助の一等席を踏襲するデザインだ。だが一方で、設計が見直されている部分が、いくつもある。最初に気がついたのが、足元の設備。ETR600 型は、全席背面に、大きなゴミ箱が装備されていた。しかし、こいつのシートピッチは、もともと広くない上、膝付近に大きな出っ張りが追加されているので、次第に邪魔に思えてくる代物だった。ここを新型車は改良。形状や取り付け位置を工夫し、両席を維持しつつ、邪魔にならない場所に、ゴミ箱を移動させていた。それから、スーツケースなど、頭上の棚に入らない荷物を置く設備にも、改良点が見られる。ETR600 型は、出入り口付近のデッキに加えて、客室内部にも、スーツケース用の棚を設置していた。これは乗客にとって、客室の目が届く位置に大きな荷物を置けるメリットがある反面、小型の棚なので、収納できる数は少なく、貴重な座席スペースも潰してしまう構造だった。この欠点を、イタロエボは修正していた。
手狭だった、デッキの手荷物置き場を拡大したのである。こちらの方が、天井付近まで空間を使えているため、スーツケースは、コンパクトな、縦方向に収納することが可能。結果として、置ける荷物の数と、座席数の、両方を増やすことに成功した。さらに、座席の配置にも、工夫がある。席が向かい合う、ボックス席が多かった、ETR600 型に対し、イタロでは、集団見合い配置となっていたのだ。こんな動画を見ている人には、言うまでもなく、常識でしょうけれど、集団見合い配置というのは、前向きと、後ろ向きの座席が、客室中央に向かって、それぞれ半分ずつ設置されている配列のことです。シートの向きを、ほとんど同じにすると、ボックス席が入り混じった配置よりも、座席の前後間隔が、規則正しく揃えられます。したがって、同じ空間でも、より多くの座席を配置できることに、つながるんです。もちろん、と豪語していいのでしょうか。ETR600 型も、イタロエボも、座席の向きは、固定式です。ここで、皆様ご期待の、ゆっくり3席ガチャタイム。今回の旅も、指定席を選ぶと、大体外れを引く私が、座席を購入した。そして案の定、後ろ向きの座席が、割り当てられていたのだ。だがこれは、大した問題ではない。間もなく到着する次の駅、ナポリで、列車は方向転換するからだ。それよりも、座席と窓の配置が合ってなくて、前半分が、窓枠になっているのが気になりますね。指定席を取ると、妙な席に当たる私の伝説は、まだまだ継続しているな。よし。プリマクラスは、床の絨毯と、座席の生地が紺色で、頭の部分に、イタロのイメージカラーである赤が、アクセントとして入るデザインです。また、客室前後の壁も、同じ紺色で仕上げられ、立体の文字で、座席クラスを案内しています。この列車は、2017年に登場した、新しい世代の車両です。座席には、コンセントの他に、USB ポートが、最初から設置されていました。あ、ちょっと待って。つまりイタロエボって、私と同じ年にデビューしたってこと？言われてみればそうなるな。はっちゃんも、座席に USB の充電スポットがあって、初めて乗った時に、感動したもんだ。座席の機能が増えた一方で、ETR675 型のプリマ席は、大きな外れ席もある。イタロでは、一等席にあたる、プリマクラスと、特等席、クラブクラスで、乗車後、ワンドリンクとスナックの、無料サービスが実施される。この列車には、売店や食堂車が存在しないので、カートサービス用の準備スペースが、一等客室の片隅に設けられた。設備自体は片側に寄せられ、通路を挟んだ反対側には、通常通りの座席が置かれているのだが、ここに一箇所、完全に窓がない席があるのだ。おそらく、シートの配列と、窓の間隔が合わず、やむを得ず、窓なし席にしたのだろう。乗車の時間が、完全な夜間だったり、単に移動ができればいい人にとっては、何のデメリットもないのだが、せっかくなら景色を眺めたい、私のようなおのぼりさんにとっては、何としても当たりたくない席だ。ここって、すぐ隣は、カートの収納スペースですから、反対側の景色も見られませんし、大きな駅を発着するごとに、乗務員さんが、ワゴンを出し入れするってことですよね。なんだか、落ち着かなさそうです。始発のローマから、ナポリまでの区間は、ビジネス需要が多い路線。しかも、平日、朝一番の列車でしたから、例の外れ席を含め、車内はほとんどの座席が埋まっていました。ここにいるお客さんはおそらく、終点まで行くことはなく、ナポリか、その次のリゾート地、されるので降りると思います。そんな雑談をしていると、時計を見れば、早くも1時間10分が経過していました。イタロの列車は、国鉄のフレッチャロッサたちが並ぶ大きな車庫の脇を通り、ナポリ中央駅に到着します。この駅は、線路が行き止まり構造のため、進行方向を前後入れ替えて再出発します。以前乗った客車列車の旅では、最後尾に別の機関車を連結していましたが、イタロは後部の運転席に別の乗務員が乗り込むだけで、出発準備が完了します。今、列車が停車している、ナポリは、南イタリアで最大の都市。
大きな港湾を抱える海の町であるとともに、崖のような切り立った山も多い起伏のある地形です。地下鉄は高低差のある地形に対応するため、線路がループ状に建設された箇所も存在します。線路が好きな方には気になる場所ですね。けれども残念なことに、ループ線区間は全て地中にあるので、線路が360度の円を描いていることは、外からも中からも実感できません。ナポリは人口密度が高く、周囲の急峻な山にも規模の大きな住宅地が広がっています。こうした坂が急な地区にも交通機関を張り巡らせる目的で、市内の中心地から4本のケーブルカーが通されています。この中でおすすめなのが、モンテサント線です。丘の上の高級住宅街、ボメロ地区を結んでいるもので、2両編成の巨大な車両が、最大300人もの乗客を乗せて移動します。高低差は、約170メートル、乗車時間は、10分です。路線は、ほとんどが山の中で、車窓はまず期待できません。ですが頂上には、街の景色を一望できる、サンテルモ城があり、途中の駅からでも、素晴らしい街並みを一望できます。頂上のボメロ地区は、ナポリの中では、比較的治安のいい場所と言われています。ゆったりした時間が流れ、昼間なら安全に、素敵な景色を、心ゆくまで堪能することが可能です。でもこのモンテサント線で、嘘をつくと、ギャングに顔を舐められるんだよな。そうなんですか。なら、えっちゃん先輩とゆっくりさんは、特に気をつけないといけませんね。海と山の町、ナポリのシンボル的存在が、町からわずか10キロの場所にそびえるベスビオ山です。富士山と同じく、度重なる噴火によって、高さを増していった活火山で、現在も厳重な監視体制が敷かれています。ベスビオの名前は、かつてナポリからローマを経由し、ミラノまでを走る国鉄の最速特急の愛称にもなっていました。ベスビオ山の存在を世界的に知らしめているのが、南側の麓にあるポンペイの遺跡です。ローマ帝国時代の西暦79年、大噴火を起こしたベスビオ山の火砕流がポンペイに流れ込み、活気のある町は一瞬にして灰に覆われてしまいました。ここは現在もなお、発掘調査が進められているとともに、ナポリの町の重要な観光資源になっています。この遺跡は、公共交通機関ですと、チルクム・ベスビアーナ鉄道という、地元の私鉄でアクセスします。チルクムとは、イタリア語で、円。英語で言うと、サークルですな。そして、ベスビアーナは、ベスビオの、という意味で、ベスビオ山を周回する鉄道、ということになります。日本語では、ベスビオ周遊鉄道と書かれることもあります。火山の周囲を回る鉄道は、以前、シチリア島でも乗りましたな。エトナ火山の周りを一周する、チルクムエトナ鉄道ですね。ナポリのチルクムベスビアーナ鉄道も、シチリア島のチルクムエトナ鉄道も、火山の周りを鉄道が囲んでいる、という点は同じです。ただし、今回の電車は、路線が少し複雑です。シチリアのチルクムエトナ鉄道は、路線が一本で、文字通り、山の周りを一周する鉄道でした。ところがナポリの方は、街の中心地にあるターミナルから、路線が次第に枝分かれしていく形態です。その数は、5系統にもなります。こちらも線路自体は、ベスビオ山の周りを一周していますが、山の北と南で、路線の系統が異なるシステムです。同じ電車で、山を周回することはできません。ちなみに、ポンペイの遺跡へ行く電車は、5つある路線のうち、2系統でアクセスできます。チルクムベスビアーナ鉄道は、19世紀末、1890年に開業した、歴史ある鉄道だ。線路の幅は、前回お話しした、ローマ、ジャルディネッティ線と同じ、950ミリ。最初こそ、蒸気機関車による運転だったが、1920年代に、電化が行われ、現在は全線が、電車で運行されている。架線に流れている電気は、日本の在来線と同じ、直流線 500V だ。この鉄道は、ナポリの周辺地域に、広いネットワークを持つ。国内外から、多くの旅行者が訪れる、ポンペイの遺跡や、青の洞窟のある、カプリ島へ渡るための港、ソレントに、最寄り駅があることから、
電車は季節を問わず混雑し、地元の人、観光客で賑わっている。鉄道全体では、10万人前後が、1日に利用しているそうだ。しかし、そんなチルクムベスビアーナ鉄道の評判は、最悪。その理由は、一目瞭然だ。見ての通り、駅も車両も、古くて落書きだらけ。線路には、ゴミが捨てられていて、清潔感が一切ない。おまけに、多くの人が最初にこの鉄道を利用するであろう、国鉄、ナポリ中央駅直結の窓口は、駅員の態度が横柄で、地元民、観光客ともに、第一印象を悪くしている。車両は、2008年に、メトロスターの愛称を持つ、新車が導入されたが、主力で走っているのは、1970年代に設計された電車だ。こうしたオンボロ電車は、ドアや連結部の立て付けが悪く、走り出すと、風通しがとてもいい。雨が降れば、雨漏りを起こすので、乗客は電車の中で、傘を差す、なんて珍光景まで発生する。また、改札もなければ、駅員もいない駅が多い上に、そもそも、自動券売機が壊れていて、切符を買おうにも買えないことも、珍しくない。そのため、電車にただ乗りする人が、後を絶たず、毎年大幅な赤字を計上している。乗る人は多いのに、赤字が巨額のために、設備更新もままならず、年々運転本数は削減。混雑だけがひどくなり、多くの乗客を詰め込まれた古い車両は、さらに故障を頻発してしまう。その結果、突然間引き運転をしたり、遅延が発生する、という悪循環に陥っている。混雑する観光地がいくつもあるのに、突然、何時間にもわたって、電車が来ないので、当然ホームには、人が溢れ返ってしまう。その上、ようやく来た電車は、車体が小さいので、全員が乗り切れずに、積み残しが発生。次の電車を待とうにも、一体いつ来るのかわからない、という状況が、連日起きていた。ある時は、あまりのドイツ鉄道っぷりにブチ切れた、地元の利用者が、駅の事務室を襲撃。椅子を投げ込んだり、抗議の座り込みをしたこともあった。こうした要素が重なり、チルクムベスビアーナ鉄道は、イタリアで一番、サービスの悪い鉄道、との評価を受けてしまった。実際に乗ってみると、確かに、イタリアワースとも頷ける電車です。幸い、私たちが怖いもの見たさに乗車したのは、それなりに空いている時間でしたが、ナポリやポンペイの駅は、ホームから人が落ちそうなほど、混雑していました。主力車両は、最低限走れればいい状態で維持され、お世辞にも快適とは言えません。でもそんな中、新しくて、綺麗な電車も増えていました。前述の、メトロスターとは違う車両で、明るく、清潔感のある客室が印象的です。ドアが開閉するときは、警告音が鳴り、天井には、案内モニターを備え、防犯カメラも設置されています。椅子は相変わらず、プラスチック製ですけど、乗車時間が長くないので、そこまで気になりません。しかしこの電車、よく見ると、奇妙なところがあります。新車にしては、各部がどことなく古く、見覚えのある構造です。乗り心地が変わっていないのは、線路のせいもあるのでしょうけれど、床下から聞こえるのが、昔の電車でよく使われた、直流モーターの音なんです。といえば、お気づきになった方もいるでしょう。実はこの車両、新造車ではなく、落書きだらけの旧型車を、客室だけ改装したもの。いわゆる、魔改造車両だったんです。車体や足回りは、以前と同じでも、室内は別物。窓やドア周りが一新されていたおかげで、最初は、新造車だと勘違いするほど、見違えていました。完全な新車ではないと言っても、徹底的にリフォームされた、快適な電車は、とてもありがたい存在でした。さらに近年、チルクムベスビアーナ鉄道は、地元自治体と協力して、路線の信号や車両を、改修することを決定した。その一環として、新しい世代の新造車が、スイスのメーカーに発注されている。近代化計画は、2026年まで行われる予定で、近い将来、イタリアワースとの鉄道の地位も、他の路線に明け渡すかもしれない。もっとも、チルクムベスビアーナ鉄道は、他の鉄道に大差をつけて、ワーストの座に収まっているので、ちょっと車両が良くなっただけだと、悪評の払拭は、まあ、頑張ってほしいですね。綺麗に話が収まったところで、イタロの旅に戻りましょう。綺麗だったか？
列車は、ナポリ中央駅での方向転換を終えて、南イタリア最大の駅を、後にしていました。世界的な遺跡と、イタリア最悪の鉄道、そして、ナポリのシンボル、ベスビオ山に別れを告げ、イタリア半島の南端を目指していきます。あと1時間ほど経つと、進行方向右手に、ゲレニア海が現れ、終点までずっと、海を眺めながら進んでいくはずです。在来線では、ナポリを発車後、すぐに海が見えるのですけれど、イタロのような高速列車は、内陸の線路を進んでいくので、再び山の景色になるんです。次回は、イタリアの海を眺めながら、この旅でお世話になっている、ETR675 型の、裏の顔、そして、南イタリアの鉄道の話をしていきたいと思っています。とか言いつつ、いきなり路線変更する可能性も、十分あるから、今言ったことは、特に期待しないでね。忘れてもいいのよ。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴、ありがとうございました。Welcome on board Italo 8193 from Napoli Centrale to Reggio Calabria Centrale. The train will stop in Salerno, Agropoli, Castellabate, Vallo della Lucania, Castelnuovo, Sapri, Paola, Lamezia Terme Centrale, Vibo Valencia, Pizzo, Rosarno, Villa San Giovanni, Reggio Calabria Centrale. We invite you to please take your seats and lower the volume of your electronic devices as not to disturb other passengers. We furthermore invite any passengers without a valid ticket to promptly inform the train manager in order to continue their journey.